一ノ瀬くんを課長に推薦しようと考えてるんだ。部長からの言葉を聞き、胸が熱くなる。俺の営業部での頑張りが認められてのことだという話だった。高校を卒業してから、この会社で働き始めて30年。ようやく念願の課長に昇格できる。その後、俺は正式な辞令を受け、営業部営業一課の課長となった。本日付にて課長を拝命しました、一ノ瀬真一です。微力ながら今後も会社の発展のために力を尽くしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。温かい拍手が湧き起こる中、不満げな表情を見せる人たちもいた。名門大学卒業のエリート組だ。彼らは俺より年下で、社歴も俺の方が長いが、高卒である俺を見下している。まるで、名門大卒であらずんば、社員にあらず、といったような態度だ。中でも吉田くんは、俺より14年も後輩であるにもかかわらず、俺と同じ年に係長に出世した有望株。着実に出世街道を歩んでいた吉田くんは、今回の昇格審査で、自分が必ず課長になるだろうと確信していたようなので、俺が昇進したことに納得していないのだろう。その日から彼らの悪質な嫌がらせが始まった。吉田くん、今月の1係の営業成績のデータをまだ送ってもらってないんだが、俺の呼びかけに挑戦的な視線を向けてくる。部長と各係長には送ったので問題ないでしょ？それなら、俺にも同じものを送ってもらえないかな。丁寧に頼んだ俺に、吉田くんが薄ら笑いを浮かべる。俺は低学歴の下で働く気はない。一ノ瀬さんを課長とは認めてないから。吉田くんだけでなく、彼の取り巻きのエリート集団もそういった態度だった。俺にだけ連絡や報告がされなかったり、相談なしに勝手に仕事を進められてしまう。こんな調子で仕事がスムーズに進むわけがない。彼らときちんと話し合わなくては。そう感じた俺は彼らを飲みに誘ったが断られ、一人ずつ呼び出して話し合おうとしても取り合ってもらえなかった。仕事がやりづらい環境にあるのは理解しているが、部下の管理や指導も上司の務めだよ。部長にまで注意されてしまう。ただ単に俺に迷惑がかかるだけで、社内で解決できるレベルのことならまだいい。心配なのは、こういった態度を彼らが続けることによって、大きなミスを引き起こしたり、取引先に迷惑をかけるのではないかということだった。そしてそれは、現実に起こってしまった。一ノ瀬課長、渡辺産業の駒場様から上の者と話したいと言われたんですが、白鳥さんが不安げな顔で俺に訴えてくる。いつも笑顔で元気が取り柄な彼女がこんな表情をしているなんて珍しい。渡辺産業の担当者である吉田くんと橋本くんも何事だろうかと伺うように白鳥さんを見つめていた。わかった。電話を代わろう。力強い俺の返事に白鳥さんは安堵し、軽く頭を下げて立ち去る。厄介なことになってないといいんだが、そんなことを思いながら受話器を取った。それから30分後、吉田くん、それから橋本くん、ちょっといいかな。彼らを会議室に呼び出す。俺はそこで彼らを呼び出した理由を説明した。渡辺産業の駒場さんが商談にて彼らから製品の説明をしてもらう際、専門用語を多用されたため、もっとわかりやすい言葉で説明してほしいとお願いしたという。すると吉田くんが、素人には難しかったですね。馬鹿にしたような態度をとり、軽く笑ったのだそうだ。そんなことが一度ならず何度もあった。契約を進める気でいたが、彼らの態度に会社自体への信頼も揺らぎ、一度上司と話をしたいと俺に相談してきたのだ。こちらにとっては当たり前のように使う専門用語であっても、顧客の彼らにとっては聞き慣れない言葉であるということは当たり前のようにある。特に商談では
相手にどんな製品かを知ってもらうことが最も重要だから、わかりやすい言葉で伝えることが大事なんだ。誠心誠意を持って彼らに訴えたが、全く聞く耳を持ってもらえない。それどころか、駒場さんは高卒で頭が悪いから、俺たちの説明についていけなくて文句を言ってきたんだ。俺たちの説明に不備はなかった。向こうの知識不足だ。そんな主張をしてきて、思わず大きなため息が出た。とにかく、次の商談では、俺も同行するから、一緒に謝ろう。彼らとて、契約をキャンセルされたくはない。不詳不詳、俺の提案に同意した。商談当日、俺は、吉田くんと橋本くんを伴って、渡辺産業を訪れていた。今まで商談は、ホテルのラウンジを使用していたため、彼らは初めてここに来る。俺が受付にて会社名と名前を告げ、駒場社長と2時に商談の予約をしているのですが、そう言った途端、橋本くんの息が止まり、吉田くんの顔が青ざめた。当然のことだろう。彼らは駒場さんがこの会社の社長だと知らなかったのだから。俺にどういうことだと聞きたいのが表情から丸分かりだったが、さすがに秘書の前では問い詰めることができずに、おとなしくしていた。社長室を前に、彼らは緊張を隠しきれない。どうぞお入りください。秘書に促されて、俺が先頭に立って入ったが、二人は立ちすくんだまま。ようやく入ってきたものの、顔色が悪い。この度は、うちの部下が、駒場社長に大変失礼な言動をいたしまして、申し訳ございませんでした。俺が頭を下げると、二人が後に続く。社長とは知らず、大変失礼しました。今後はこのようなことがないよう気をつけますので、どうか契約のキャンセルだけはしないでください。駒場社長が二人に呆れたように言葉を返す。それじゃあ君たちは、私が社長でなければ失礼な態度をとっても構わないと思っていたんだね。ああ、言い訳しなくても大丈夫だよ。あの時の態度で、それは十分に伝わってきたから。震え上がる二人に、俺はさらに爆弾を落とした。実は、この二人は、駒場さんは高卒で頭が悪いから、説明についていけなくて文句を言ってきた。自分たちには不備はなく、駒場さんの知識不足だと主張していたんです。味方になってくれると思っていた俺に裏切られて、二人は目を見開いた。駒場社長の厳しい表情が彼らに向けられる。確かに私は高卒だが、君たちよりよほど常識があると思うがね。君たちはそうやって、いつも学歴が低いものを見下しているのか？こんな頭の悪い連中と契約したくない。キャンセルさせてくれ。二人は慌てて床に座り込み、必死に頭を下げた。申し訳ありませんでした。私たちが間違ってました。震える彼らの背中をじっと見つめた後、駒場社長が俺に尋ねる。一ノ瀬くん、これで大丈夫かな？はい。駒場社長、ありがとうございました。状況を理解できていない二人を立たせ、改めてソファーに座らせる。実はこれは、駒場社長と俺で仕掛けた芝居だったんだ。俺は入社してすぐ営業部に配属された。最初の3年は全く新規の契約が取れず、この仕事は向いていないのではないかと落ち込んだ。だが、落ち込んでいたって成績は上がらない。俺にできることはひたすら勉強して、ひたすら仕事に打ち込むこと。営業成績トップの先輩に契約を取るコツを尋ねたり、製品について徹底的に調べたり、取引先の会社や担当者について知ろうと努力したりした。そうしていくうちに気づいたのは、製品を売り込むために一生懸命セールストークを頑張るよりも、相手の話を傾聴する方が大切だということだ。多くの人は話したがる。だから、聞いてくれる人の存在がありがたい。そうやって話を聞き、共感し、
相手が欲しい情報を与えていくうちに、相手は次第に心を許してくれるようになる。そうなってようやく、こちらの話を聞こうという姿勢になるのだ。こうして契約を取れたのが渡辺産業だった。当時、駒場さんは社長の息子であるものの平社員で、俺の担当だった。駒場さんは同い年であったことから意気投合し、プライベートでも飲みに行くように。さらに、同じ野球チームが好きだということが分かり、シーズン中に何度も一緒に試合観戦する仲になった。その際には、お互い仕事の話は一切せず、普通の友人として付き合った。その後、俺はマーケティング部、そして商品管理部に移動して、仕事上でのつながりはなくなったものの、プライベートでの付き合いは継続。3年前に再び営業部に移動したが、担当課が異なるため、渡辺産業との関わりはなかった。そして、今回の昇格により、俺は渡辺産業を担当する営業一課の課長に。そこで、駒場社長に報告の挨拶に伺った。すると彼から、実はうちの部下から、君の担当者の態度が横柄で、常に上から物を言うので気分が悪いと愚痴を聞かされたんだ。と打ち明けられ、担当者を変えてほしいと頼まれた。担当者は吉田くんと橋本くん。心配していた通り、彼らは俺だけでなく、取引先に対しても迷惑をかけ、契約を失おうとしている。担当者を変えることはできる。だがそれでは、彼らはいつまで経っても反省しないし、成長できない。そう考えた俺は、駒場社長に新しい担当者のふりをしてくれないかと芝居を依頼。またその際に、平社員であり、高卒であることを二人に伝えることをお願いした。駒場社長は私の頼みならばと快く引き受けてくれたのだった。真実を知り、ほっと胸をなで下ろす二人に釘を刺す。駒場社長にこのような芝居を頼んだのは、このまま君たちを放っておけば、必ずとんでもない事態を引き起こすことになると危惧したからだ。もし実際に起こったとしていたら、君たちは会社にとんでもない損害を出すところだったよ。俺の言葉に、二人はしょんぼりとうなだれた。ようやく自分たちの軽はずみな言動がどれだけ深刻な事態を招きかねなかったのか理解し、反省したらしい。駒場社長、一ノ瀬さん、学歴で人を判断して、本当に申し訳ありませんでした。謝罪した二人に対して、駒場社長が念押しする。担当者は前田に戻すが、また失礼な態度を取るようなことがあれば、次はないと思いなさい。その後、吉田くんと橋本くんは部長から呼び出しを受けた。君たちは、営業二課にいた一ノ瀬くんが、倒産寸前の会社の危機を救った功績を称えられて、課長に昇格したことを知らないのか？俺がマーケティング部や商品管理部にいる間に、営業部の成績は下降の一途をたどっていた。このままでは倒産するかもしれない、などと、まことしやかに噂されるまでに。そんな中、俺に告げられたのが、再び営業部への移動。40代になった自分が、営業成績を上げられるのだろうか。不安を胸に抱きつつ、やるしかないと決意を新たにする。営業部は一課と二課に分かれており、俺はどちらにも在籍していたが、今回は二課への移動だった。二課に来て知ったのは、俺が以前に営業部にいた時に取引のあった多くの会社から契約を打ち切られていたということだ。俺は断られるのを覚悟で電話をし、来社し、話を取り付けようとした。そこで出会ったのが、出世したかつての取引先担当者たち。彼らは俺の顔を覚えていてくれて、久々の再会を喜んでくれた。俺もまた、懐かしい彼らとの再会を喜びながら、当時のことを思い出し、大いに思い出話に花を咲かせたのだった。何度も足を運び、話をするうちに、契約の話を聞いてもいいというようになり、契約締結にこじつけることに成功。それだけでなく、
ある取引先から親会社を紹介してもらい、そこと大口の契約を結ぶまでに至った。これにより、うちの会社は大きな利益を上げ、倒産の危機を回避。それが認められて、部長から課長昇格の推薦をもらったのだった。二人は、俺が会社の危機を救ったということは噂で聞いていたものの、そんなこと、高卒の俺ができるはずないと信じていなかったらしい。俺たちは、学歴だけで人を判断して、一ノ瀬さんのことを高卒だと見下していましたが、そんな自分こそが見下されるべきだと気づかされました。これからは、一ノ瀬さんの姿勢を見習って仕事に打ち込みます。部長から彼らの話を聞き、俺は微笑んだ。それからの彼らの態度は一変。俺を一ノ瀬課長と呼ぶようになり、敬語も使うようになった。一ノ瀬さんのように営業成績を上げるには何が最も必要ですか？熱心に聞くその姿は、かつての自分に重なる。彼らの変化は、吉田くんの取り巻きを含む部署全体にも及び、雰囲気が良くなり、活気が溢れるようになったように思う。一ノ瀬課長、仕事帰りに飲みに行きませんか？倒産の危機を救った時の話、詳しく聞かせてください。吉田くんたちに誘われ、俺は困ったように笑った。ぜひ、と言いたいところだが、今日は駒場さんと野球観戦に行くんだ。また今度飲みに行こう。俺の返事に彼らは、ぜひと笑顔を返した。連帯感の高まったうちの部署は、これからどんどん成績を上げていけるはずだ。俺は部下たちを支え、励ましながら力強くみんなを引っ張っていこうと思う。